今日はこのチューリップ有限会社東京花壇っていうところから入荷してるものですね。28ポット入ってます。これは目出し球根なんですけど、こういうね、まだ芽が出ただけのチューリップで、品種っていうか色も書いてあります。これで人咲きチューリップ、赤花、白、黄色、桃、紫で、これは色が書いてないけど、こういう色ね。でこれも赤って書いてないけど、縁取りがあるんですね。こっちは赤花、こっちは縁取りがある。で今まで私散々チューリップはね、球根一つで一花しか咲かないからとかディスってきたんですけども、こういうのは育ってくるのを見ながら最後花が咲く、そういう楽しみがありますよね。で花が咲くのが4月末から5月ぐらいだから、まあ昔はね、家庭訪問ぐらいの時にチューリップの花が咲いて綺麗ですよなんて言いながらね売ってたんですけど、今もう家庭訪問自体がないかもしれないですね。作っていってみます。でこれを寄せ植えの中に、球根を仕込む、本当に根っこも出てない球根を仕込む、それを冬にね、秋植え球根ですかね、秋に植えてダブルデッカーっていう風に寄せを作ることもありますけれども、これは芽出し球根を植えます。でこれ本当にまだ芽が出てるだけだけれども、一応ね何色が咲くかっていうのがラベルに書いてあるので、これを寄せる花の色とかもちょっとね参考にして、結局ねチューリップっていうのは背が高くなりますから、後ろの方に植える感じで、全体的に植えるとするとラウンド型にして、こうやってぐるぐる回してどこからでも眺められるっていうのを作った方がいいと思います。ちょっとそういうのを考えながら植えていってみようと思います。まずこれコニファ、昨日今日と暖かくてね、昨日はね何度修理してましたね。コニファー入れて、それで一重のジュリアン、これも私やぼったいって言ってディスってたんですけども、このジュリアンっていうのは例えばね、花壇にこういう感じで植えていくとすごく可愛いんですよ。ただ寄せ植えとかにするときに、風が強い、寄せ植えとかにするときにね、例えばなんかおしゃれな寄せ植えとか上級者の寄せ植えとか言って検索してみるとね、一重のジュリアン使ってるのとかってあんまりないんですよね。みんな八重とかバラ咲きとか。でもこの一重のジュリアンね、値段も八重に比べれば安いですから、これをすごい風だ。これを私はねおしゃれに植えたい。風が強いね今日で、ここに入れたでしょ。で赤いチューリップ、ほらこんな根っこが回ってる。ちょっと伸ばして切らずに植えてみます。チューリップも葉っぱが出てくると結構場所取りますけど、球根のうちはこんなちっちゃく植えられます。でこの出ているところより深く植えない方がいいかもしれない。これ2個植えます。偶数より奇数の方がいいような気がするんだけど、多めに見てもらって。赤でしょ、赤いチューリップ、これも球根だけどピンクの花、
強すぎて無理かもしれないですね。赤いジュリアンで、ここに赤いチューリップが2つ上がってきます。赤じゃないんだけども赤系のパンダ、これをこのチューリップの球根の芽、わかるかな、これを潰さないように入れます。手前にアリッサム、何を植えようかさまよい歩いて結局アリッサム。かわいいですね。もう自分で作っといていつもね、かわいいねっつってね、親バカみたいですけど、なんてかわいい、親バカみたいと思いながら否定はしない。ホームセンターとかで寄せ植え作る担当とかいう仕事があったらやってみたいですね。黙々と作るだけ楽しそうで、ラベルも入れておきます。チューリップの赤花で、これはネット販売するのでこうやって2個ずらしてチューリップ2個入ってるよ的なラベルを入れときます。いい塩梅にできましたね。バランスも悪くないです。コニファー、ラナンキュラス、2つで、アリッサムしか見えないけど、ネメシアね、この中にチューリップが2つ隠れてます。見える？このコニファーは小さいのできっとね、チューリップの花が咲いたらコニファーは隠れます。コニファーは多年草で木ですから、ゆっくり育ててあげてくださいっていう感じですね。今日はね、風が強くて気温は高いけど体感温度はあんまりあったかくないよって天気予報で散々聞いてたんですけど、なんか午前中ちょっとなんだろう、のんびりしちゃって、結局こんな大風の中でやってます。黄色いジュリアン、黄色もいろいろありますね。山吹色みたいなのもあるし、黄色いのもあるし、こうやって植えたら可愛いかも。ここに黄色いチューリップ入れすぎだね、こんなに入れたら。でも可愛いね。ちょっとこれを基本に減らしながら入れていきます。こうやって用意しててもね、植えていくとなんか最初とは全然似ても似つかぬものができる時もあるんだけど、なんとなく最初はね、ノープランっていうわけじゃなくて、ちょっとこういう風にしようかなと思って最初に集めてきたりはします。プリムラもね、品種改良でちょっとすごい可愛いお花が大きいのかなとかも出てきてます。でもちょっとお値段がいいんで買えてないですけど、あとはすごいなんか室内用かなっていうぐらいね、お花がこう大きくてゴージャスだから、なんか外だとちょっと厳しいかもと思って選択肢にも入らないんだけれども買ってくるね。だけど
その理由をいろいろ、うちじゃ無理っていうね理由を考えちゃうんですね。白いお花も入れる。イベリスもこういうお花葉っぱなので、こうチューリップの芽が出てきたとしても避けてくれますね。なんとなく必ずパンジー入れたい感じがするんだけど、必ず入れたいのはアリッサムでもあるんだけど、この黄色みの違うのも入れてる。本当に黄色みが違うの。これのが可愛いかな。白大陸、今ねパンジーを入れないで作ってみようかなと思ってるんです。12345個も入ってるからもういいね。ジュリアンはねパンジ入れずにガーデンに出ます。なんかね難しいんですよね、買ってくるのが。年内に売れるお花と年明けに出てくるお花と、やっぱり冬のお花と春のお花っていうので、年明けになってくると春のお花って感じがします。でまだね喋ってないで手も動かさないでね。まだねガーデンシクラメンなんかも市場に出てくるんですけども、新製品春のセールとかそういう感じじゃないですよね、ガーデンシクラメンは。日が長くなって明るい時間が増えてくるけれども、1月2月っていうのは底冷えの時期ですから、本当はまだまだ冬のお花が安心で、春のお花を植えちゃって寒さで傷んじゃう。だからねちょっと難しいですよね、仕入れも。春のお花を入れたいんだけども、例えばマーガレットなんかはまだちょっと葉っぱが悪くなっちゃったりするかなっていう心配もあります。オステオスペルマムとかローダンセは入れたけど、オステオとかはねディモルフォセカとかそういうのがねまだちょっと心配で買えないんですね。もうちょっと暖かくなってからって思ってます。これね植物の種類はガーデンシクラメン、ここら辺がぐるりと、ジュリアン、それで白大陸、ハボタン、ここにシュッコンイベリス、ね、それで忘れちゃいけないチューリップ、黄色いチューリップが2つ入ってます。これねここに刺すんだ、チューリップを前ね2個入ってますよと、これ見よがしに。よいしょ、こんな感じです。もう1個作ります。紫のチューリップ、紫のチューリップにこの薄紫のビオラ可愛いんじゃないかな。でこういうこれも紫系、ジュリアンを入れるとしたら紫、こんな感じかな。ラウンド型で作っていきます。本当はね昨日が暖かかったから昨日やればよかったんだけれども、今実はね母の実家って私の実家ですね、東京にあるんですけど、そこに今姉が住んでいて、でそこの荷物っていうのが着物ですね。
着物をもらってきたんです。でね、うちの親なんていうのは着物道楽じゃないんですけども、だから高価な着物なんかはないんだけれども、七五三の時の着物とか、あとはおばあちゃんにもらったものとかね、父方のおばあちゃんが持ってた着物とか、そういうのがね山のようにすごかった。で長男に手伝ってもらって、高速乗っていくのちょっと無理だから、長男にお願いして車出してって言って、紫のチューリップ、それで東京まで行って、でものの30分ぐらいねお邪魔してぐわーっと積んで帰ってきたんですけど、これねチューリップ真ん中に3つ入れちゃおうかな。ドドーンといずれ真ん中に紫のチューリップが出てくる。いい感じですね。ちょっと土落ちちゃったけど、それでね長男の車に山のようになんていうんですかね、和ダンスで着物を入れるタンスって、そのお盆っていうんですけど、長い薄い引き出しみたいなのがあるんですよ。でそれごともらってきた、お盆に入った状態で、私お盆をねちょっと DIY で使いたいなと思って、ありがとうと言ってもらってきました。で話せば長いんですけども、これイベリスね、うちの市のね清掃センターのところでリサイクル家具っていうのがあるんですよ。で見に行ったら茶箱がいっぱいあって、で1回目はちょっと茶箱じゃないものを買ってきたんだけど、茶箱をねどうしても欲しくて茶箱をもらってきました。大小でね、大きい茶箱が300円、ちっちゃい茶箱が200円で、大きいのを3つ、ちっちゃいのを4つ、合計1700円で、そういうのをもらってきたでしょ。それで着物があるでしょ。それでもう末っ子の道具がねどうしてもなくならない。リビングから邪魔くさくてしょうがなくて、もうしょうがない、何度整理整頓してきれいに入れましょうでね、よくあるじゃないですか、お部屋とか汚い部屋ね。そういう感じに何度は積み重ね収納されてたんですね。上からボンボン投げ込むみたいな感じだから、下の方にあるものなんか何があるか分かんないし、取り出して使うっていうあてもないし、ほぼゴミだなっていう感じなんだけど、それをね思い切って全部出ししたんですよ。そしたらね私の作業部屋にしようと思ってたダイニングがこの間きれいにしたのに、もうあっという間に山、足の踏み場もない。だからもうとにかくね、これ3つあるよって、とにかくね納戸をきれいにしたいと。それで今納戸が使えるように納戸の荷物の全部出しをして、壁紙を全部剥がして、それでパテを塗って、これから壁紙貼るところです。サンダーかけてね、まだサンダーに行ってない、パテを乾かしてる状態で、それを昨日やってたんですね。これがハボタン、薄紫のビオラ
こっちもハボタン、これがジュリアン、イベリス、アリッサムで紫のチューリップが3つ。そしたらね、なんか長男が用事があって来て、それでねパテやってくれました。もうあっという間、上手。